エスプレッソバーバブです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今回のトピックはですね、こちらですね。ようやくですね、ようやく我が家にもマジックティップが届きました。私はエスプレッソ歴は長いんですけれども、ラテアートはですね、まだまだ初心者なんです。一応ですね、YouTube も細々とさせてもらっていますので、ラテアートもですね、うまくできるようになりたいなと思って、ついに購入しました。ということで、今回はマジックティップを使った印象や感想についてお届けしようと思います。私がですね、購入しましたのは OneWay のものですね。こちらを購入しました。それでですね、私と同じようにマジックティップを気になっている方もたくさんおられると思いますので、最初から付属のスチームノズルのチップから交換した方が良いのかどうかをですね、検証していきたいと思います。ただですね、タイミングが良くなくて、踏ん切りがですね、ついたのが梅雨の時期になってしまっていまして、もう暑いですね、季節になってしまったんです。我が家でもですね、スチームでの温めたドリンクというのを飲まない時期に入ってきております。ということで、本格的なラテアートへの使用は今年の秋からとなりまして、スチームがですね、改善してうまくなっていくのかどうかを含めて、この秋以降ですね、経過をお話しできたらなというふうに思っています。とはいえですね、このマジックティップが到着して動画を撮影しているのがだいたい 2,3 週間ぐらい経っておりまして、その間ですね、朝はほぼ毎日ぐらい使ってみました。暑い季節になってきましたが、このマジックティップがですね、嬉しくて汗をかきながら飲んでいました。なので、ファーストインプレッションはお伝えできると思っていますので、初心者の私が使った現時点の感想や印象をこの動画でお話ししようと思います。はい、まずですね、一番初めにお話ししたいのが、このマジックティップってですね、このマジックっていうふうに名前がついておりますが、その意味合いとは少し違うとは思いますけれども、なんかですね、こう、ズルをしているとか、反則技みたいにですね、言われることがあるというふうに個人的に思っていました。マジックティップではですね、ない通常のですね、スチームチップで、できないと、一人前にはなれないみたいなことがですね、なんとなくあるような気がしていました。もしかしたらですね、皆さんもこのようなことをですね、思っていたり、考えている方もいるんじゃないかなというふうに思います。でですね、私の見解ではですね、結論としてはそんなことはないと思っています。しかしですね、このように考えにですね、たどり着くまでは、正直少しプライドがとか、ノーマルでできるようになりたいとかですね、いろいろ考えていました。なので、結構ですね、購入の踏ん切りがつくまで時間がかかりました。というのもですね、通常のチップからですね、このマジックチップに変えたらですね、スチームミルクがすぐにですね、圧倒的に上手くなったかというと、もちろんそんなことはないということが実際に使ってみて、自分自身で証明できたからです。つまりですね、当たり前なんですけれども、誰でもこのマジックチップに変えるだけでですね、練習もせずに上手くなるというわけではありません。で、先ほどお話しした一人前かどうかの定義もですね、不明確な部分はあると思いますが、私が思うスチームに関する一人前というのは、きっとですね、初めてのエスプレッソマシンでも、どんなスチームチップでも、数回ですね、試せば安定したスチームミルクが作れる技術だというふうに考えるようになりました。ということで、いろいろな種類のスチームチップがある中で、きっとですね、このマジックティップというのはやりやすい部類に入るんだとは思いますが、決してですね、ずるいわけでも、反則技というわけでもないというふうに思っています。なので、このマジックティップを使うですね、ことをためらっている方に向けて、魔法のツールというわけではありませんので、気になっているのであればですね、私の秋以降の上達具合の経過もですね、参考にしてから検討いただいてもいいのかなというふうに思います。次にですね、2つ目ですけれども、当たり前の話をします。スチームノズルのチップをですね、変えたら、慣れるために練習が必要になります。私の場合はですね、もともと純正の ECM のチップですね、こちらを使っていまして、これはですね、穴が2つ穴になっています。2つ穴になっているんですね。でそれがですね、このマジックティップになったところで1つ穴に変更になりまして、
私の環境でですね、何回か試したところ、2つ穴だったという時と比べて、マジックティップの方がですね、穴自体は大きくなりましたけれども、穴が1箇所なためですね、スチームの勢いが増したように感じました。というのもですね、この2つ穴のですね、スチームを使った時にはですね、スチームが分散してですね、2つの穴からこう出るということになるんですけれども、このワンウェイの場合ですね、もう出口が1箇所しかありませんので、ここからですね、スチームが出る勢いが増して、今までとですね、同じやり方でやっていてはですね、遠心力が強くなりすぎて、何度かですね、ミルクが溢れてしまうということがありました。なので、使うツールによってですね、特性がありますので、きっとですね、元々の純正のチップでも、極めるまで練習したら、上質なスチームミルクはですね、可能だと思います。ただ今回は、やりやすいと言われている、マジックティップというですね、ツールに頼ってみようかなというふうに思っています。スチームのチップを変える効果があるのかは、現時点ではまだ分かっていませんが、一つ穴の方がですね、スチームの向きが一方向ですね。一方向にシンプルになりまして、ミルクを攪拌させるポイントがつかみやすいんじゃないかなというのを信じて、今年の秋から練習しまくろうと思います。最後、3つ目ですけれども、2つ目にもですね、関連した感想になりますが、マジックティップってですね、穴の形状が特徴的だと思います。ご存知の方も多いと思いますが、こういった形で横一文字の真ん中に穴がですね、開いているという形になります。で、もともとですね、使っていたこの、チップというのはですね、小さい穴が2個開いているだけということに対して、空気をですね、取り込む時のチリチリという時のですね、このミルクの液面ギリギリのイメージがついていたんですけれども、マジックティップはですね、横一文字に真ん中に穴が開いている形になりますので、このチップの向きですね、こちらは確認しないと、ピッチャーのどこにですね、ノズルを入れるかの研究が必要だなというふうに感じました。で、つまりですね、チップを取り付けた最初の位置ですね、こう取り付けていますけれども、取り付けた時のですね、このチップのこの穴の向きですね、縦なのか横なのか、あるいは斜めなのかというのを見て、ピッチャーとの角度をですね、調整する必要があると思います。でちょっと穴がですね、小さいですね、分かりにくいですので、ちょっとスプーンでですね、イメージしてもらえればと思いますが、この一文字の向きですね、これがこう横向きなのか、それとも縦向きなのか、あるいは斜めなのかという、この最初に取り付けた角度によってですね、どこの部分までが液面に接するのかというところの研究がいるのかなと思います。で、きめ細かいですね、フォームを作るときに、ミルクの液面からですね、ほんの少しだけ穴が出ていて、いい塩梅に空気を巻き込むという状態を作りたいんですけれども、チップの向きによってはですね、変わってきてしまいます。私の場合はですね、現時点ではノズルの差し込み位置をですね、左下か右下かというのもですね、迷走している状況になります。つまりですね、このピッチャーのところの、今までは左下に入れていたんですけど、ですね、左下に入れていたところが、右下の方が良いのかどうかというのもですね、この穴の位置によってですね、結構この吹き出し位置、容器が出る位置が変わってきますので、どちらの方がいいのかというところをまた調整中という状態になります。はい、ということで3つほどですね、ファーストインプレッションをお話ししてきました。あとですね、このマジックティップが適用できる機種が、ありますので、検討されている方はですね、必ずマジックティップの商品ページで、確認するようにしていただければと思います。私の所有しているですね、ECM に関しましては、特にですね、こちらにアダプターとか、シールテープをしなくてもですね、そのまま適用できましたけれども、機種によってはですね、必要な場合もあります。あと最後にですね、マジックティップの良いところもですね、お話ししようかなというふうに思います。非常にですね、アバウトな指標になりますが、勝手な私のラテアートのレベルのイメージとして、100レベルがマックスだと仮定するとですね、マジックティップを使う前のレベルが例えば10だったとすると、マジックティップを使った後ですね、少しうまくいった時の状態が15レベルになった気がしています。
ビビたるですね、感覚の話でですね、申し訳ないんですけれども、ここ2、3週間でですね、今までよりいい感じと思ったタイミングもですね、実はありました。今までのですね、ミルクの質感よりも、よりきめ細かい滑らかさもですね、より出やすいなと感じることもありました。勝手なイメージでたった5レベルですね、上がった感じですけれども、試行錯誤しながら、これからもですね、練習も楽しんでいきたいと思います。また、気づいた点がですね、あれば経過もお伝えできたらと思いますので、この秋以降までお待ちいただけたらと思います。はい、いかがだったでしょうか。今回はマジックティップを使った印象や感想についてということで、現時点の印象と今後に期待を込めてお話しさせていただきました。私もずっとマジックティップがですね、気になっていましたので、きっと同じように気になっておられる方も多いと思いますので、不定期に状況をお伝えしていきたいと思います。また、気になっている方で何か確認されたいことなどありましたら、できる範囲でやってみようと思いますので、お気軽にコメントいただけたらと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。このチャンネルではエスプレッソを中心にコーヒーに関する内容をアップしています。エスプレッソやコーヒーに興味がある方は、よろしければ高評価やチャンネル登録もお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。